はさつまいもシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はさつまいもシフォンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、さつまいもを入れたふわふわで美味しいシフォンケーキレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。生地の混ぜ方やあとは焼き方にもね、ところどころポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、卵、薄力粉、お砂糖、サラダ油、牛乳、お水、バニラオイル。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが、今この状態で約 150g になります。こちらは目安にしてみてください。だいたい150から 200g ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そして続いて卵ですね。こちらは今回 M サイズの卵を使用していきます。L サイズしかない場合は L サイズを使っていただいても OK です。その分ね、ちょっと生地が多めになると思います。続いてお砂糖です。こちらは白砂糖を使いますが、きび砂糖やグラニュー糖で代用していただいても OK です。あとですね、今回香り付けにバニラオイルを加えていきます。ない場合はですね、入れなくても大丈夫なんですけれども、バニラの風味が効くとね、より美味しく仕上がるので、ぜひ入れてみてください。バニラエッセンスはですね、加熱するとアルコールで飛んでしまいますので、バニラオイルを使うようにしてください。そして今回は紙タイプのシフォンケーキカップを使用して作っていきます。直径が15センチの5号サイズの型を使用していきます。こちらはね、100円ショップのダイソーさんで購入したものになります。手軽に買えて、かつとても使いやすいので、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにさつまいもの皮を剥いていきます。はい、このように剥いてください。そしたらだいたい 5mm ぐらいの幅で切っていきます。結構硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。このように切ります。そしたら今度は縦にですね、5mm 幅で切っていきます。はい、このように切ってください。そしたらくるっと回転させて、そしてまた同じようにね、5mm 幅で切ります。だいたい5mm 角ぐらいの大きさを目安に切ってみてください。はい、さつまいもはこのように切りましょう。そしたらですね、ボウルにお水を張って、この中にさつまいもを入れます。そしてこのまま3分ほど置いてアク抜きします。はい、3分経ちました。そしたらこちらの水を切ってください。このように水切りします。そしたらね、軽くで大丈夫なので水分を拭き取りましょう。はい、では今からこちらのさつまいもを甘く煮ていきます。ではフライパンを用意してください。この中にさつまいもを入れます。そしてここにお砂糖と、あとはお水を加えてください。そして火にかけます。火加減中火です。一度このまま混ぜてください。はい、でお砂糖が溶けてちょっとね、鍋肌がふつふつしてきたら蓋をして火加減弱火です。このままさつまいもの色が鮮やかになるまで煮ていきます。はい、今5分ほど経ちました。蓋を開けます。そうするとね、このようにさつまいもの色味が鮮やかになって少しね、透明感が出てきます。そしたらですね、このままちょっとまだね、今水っぽいので、この水分を飛ばしながら加熱していきます。あんまり混ぜすぎるとね、形が崩れるので、優しくね、混ぜながら加熱してください。火加減弱めの中火ぐらいです。はい、OK です。このようにね、水分をきちんと飛ばしてください。そしたらですね、こちらのさつまいもはバットに開けましょう。そしてバット全体に広げます。はい、そうしましたらさつまいもはこのまましっかり粗熱を取って冷ましてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずですね、卵を白身と黄身に分けていきます。白身は泡立てるので大きめのボウルに入れてください。そして卵黄はこちらに入れます。残りもね、同じように白身と黄身に分けてください。は
はい、OK です。そうしましたらこちらの卵白は使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。そうするとね、泡立ちが良くなります。それではね、続いて卵黄生地を作っていきます。まずはじめに卵黄を溶きほぐしましょう。溶きほぐしたらここにね、お砂糖を少し加えます。だいたい大さじ1ぐらいですね。ちょっと加えてください。そして手早く混ぜましょう。少しね、空気を含ませるように混ぜてみてください。だいたい1分ぐらいですね、しっかりめに混ぜましょう。そうすることでね、ふわっとした仕上がりになります。はい、OK です。少しね、気持ちちょっと白っぽくなってきたかなぐらいまで混ぜていただければ大丈夫です。そうしましたら続いてここにサラダ油を加えます。そしてバニラオイルも一緒に加えましょう。これをよく混ぜます。サラダ油をね、生地の中に入れていただくことで生地がとてもしっとりとした仕上がりになります。分離しないようにね、しっかりね、混ぜてください。はい、OK です。30秒ほどね、きちんと混ぜましょう。そしたら続いてここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。こちらもね、分離しないようにしっかり混ぜてください。きちんと混ざれば OK です。では続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉はね、必ずふるって加えるようにしてください。そのまま入れるとね、ダマになってしまいますので注意しましょう。全部加えたらまたよく混ぜてください。ダマにならないように手早くね、きちんと混ぜてください。このようにね、きちんと混ざれば OK です。タラタラタラーっと生地がつながって流れ落ちるぐらいの硬さになります。これで卵黄生地は OK です。こちらを使うまでね、このまま置いといてください。では続いて冷蔵庫でね、冷やしておいた卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。それではですね、まだ何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。30秒泡立てるとこのようにちょっと粗めの泡が立ちます。そしたら続いてここに残りのお砂糖をすべて加えてください。続いてハンドミキサーの高速で1分泡立てます。はい、OK です。1分泡立てるとこのようにね、ピンと角が立って先端が折れるぐらいの泡立ち具合になります。そしたら最後は仕上げですね。低速で1分30秒泡立てていきます。はい、OK です。最後ですね、低速で仕上げていただくことでこのようにとてもきめの細かい仕上がりになります。さらにね、このようにツヤもしっかり出てきます。では続いてこちらの2つの生地を合わせていきます。まずはじめに卵黄生地の方に泡立てた卵白を1すくい入れてください。そして1回目はね、しっかりめに混ぜてください。はい、OK です。このようによく混ぜましょう。そしたらね、こちらにもう1すくい入れてください。そしたら2回目はですね、泡立て器を使ってふわっと混ぜていきます。このようにボウルを回しながらね、混ぜていただくと混ぜやすいと思います。卵白の塊ができないようにきちんと混ぜてください。はい、OK です。こんな感じでふわっと混ぜます。それでは続いて3回目ですね。3回目は泡立てた卵白のボウルの方にこちらの卵黄生地を戻し入れていきます。そうすることで混ぜムラをね、防ぐことができます。全部ね、一度に入れちゃいましょう。そしたらまたね、泡立て器を使ってふわっと混ぜていきます。こちらも卵白の塊ができないように混ぜてください。こう下から生地を持ち上げるイメージでね、混ぜていただくといいかなと思います。塊があったらその塊をめがけて泡立て器を差し込んで、そしてふわっと混ぜてみてください。そうするとね、塊ができにくくなります。このようにね、だいたい混ざったら最後はゴムベラを使ってふんわり混ぜていきます。そうすることで混ぜムラをね、防ぐことができます。底の部分からきちんと生地を持ち上げて混ぜてみてください。はい、OK です。このようにね、滑らかな生地になります。タラタラタラっとつながって流れ落ちて、流れ落ちた筋の部分がゆっくりと消えるぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。そうしましたら続いてしっかり冷ましたさつまいもを入れていきます。
して全体をふんわり混ぜてください。混ぜすぎるとね膨らまない原因になりますので、ふわっと手早く混ぜるようにしてください。はい、生地はこれで OK です。それではね、こちらの容器に流し入れていきます。はい、このように流し入れてください。そしたら少し高い位置から 2,3 回落とします。そして大きな気泡を取り除いてください。あとは竹串でね、このようにくるくるさせて表面をならしていきます。あとこうやっていただくとね、大きな気泡も取り除くことができます。はい、 OK です。それではですね、こちらをオーブンの天板に乗せて170度に予熱したオーブンでまず7分間焼いていきます。トータルでね30分焼くんですけれども、一旦ね7分ぐらい焼いた状態で取り出して表面に4箇所切れ込みを入れていきます。そうすると綺麗にふっくらと膨らみます。ではまず7分間焼いていきたいと思います。はい、今ね7分経ちました。表面が少し焼けてる状態です。そしたら4箇所に切れ込みを入れていきます。このように4箇所に入れましょう。そうしましたらまた170度のオーブンで残り時間23分焼いていきます。はい、このようにね綺麗にふっくら焼き上がりました。そしたらですね、冷ましていきたいと思います。冷ます時はですね、このような水の入ったペットボトルや細い瓶などを用意してください。そしてシフォンケーキ型を逆さまにして差し込みます。シフォンケーキはこのように逆さまにした状態でしっかり冷ますようにしてください。ではこのまま粗熱を取って冷まします。はい、シフォンケーキがしっかり冷えました。それでは外したいと思います。このようにすっごくふわふわに仕上がってます。それではね、取り外したいと思います。こちらもピリピリっと剥くだけなので、すごく取り外すのが簡単です。この部分から外していきます。はい、こんな感じでね、ふわふわです。ではね、中央部分もちょっとくぼませて、そして底の部分も剥がします。はい、そして筒の部分も抜き取りましょう。はい、このようにねふわふわに仕上がってます。これで完成です。はい、これでさつまいもシフォンケーキの完成です。このようにねとてもふわふわに仕上がってます。それではね切りたいと思います。このようにねすっごくふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。生地がすっごくふわふわですね。ではいただきます。このさつまいもの食感がすごくアクセントになってます。そしてこのシフォン生地がすっごくふわふわです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもシフォンケーキのポイントです。まずさつまいもなんですが、こちらはお好みの品種を使ってください。そしてこのさつまいもに関しましては小さめにカットするようにしてください。大きくカットしてしまうと焼き上がった時に空洞ができてしまったり、さつまいもがね1箇所に固まってしまいますので、結構小さめに切るようにしてください。そしてこのさつまいもなんですが、今回はね甘く煮て加えてます。こちらをですね甘く煮終わったらしっかり冷ましてから生地と混ぜるようにしてください。なので必ず一番初めに作っておきましょう。そして泡立てる時のポイントです。卵白を泡立てる時なんですけれども、こちらをね冷蔵庫で冷やしていただくと泡立ちが良くなります。そして生地を混ぜる時のポイントです。生地を混ぜる時はまず最初に卵黄生地の方に泡立てた白身を加えて、そして1回目はしっかりめに混ぜるようにしてください。そして2回目からはねふわっと泡を潰さないように混ぜてみてください。3回目に関しましてはボウルを入れ替えて混ぜていただくことで混ぜムラを防ぐことができます。最後はねゴムベラで下の生地をすくい上げるように混ぜてみてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まずはじめに170度に予熱したオーブンで7分ほど表面がね少し焼けるまで焼いてください。そしたら一旦取り出して4箇所に切れ込みを入れます。4箇所に切れ込みを入れていただくと綺麗にふっくらと膨らみます。そして焼き上がった後のシフォンケーキなんですが、すぐ逆さまにしてそのまま冷ますようにしてください。焼いた状態でねそのまま置いてしまうと生地が焼き縮みしてしまいますので注意していただけたらと思います。あとは冷めたらお好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はさつまいもシフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。